蛇女房。男は幼い頃両親を亡くし、長い間一人で寂しく暮らしていた。毎日山へ出かけ、木の枝を打ち、貧しい生活をしていたが、真面目で心の優しい男だった。ある日、いつものように山へ枝打ちに出かけた時のこと、ほの暗い山の奥から女のすすり泣く声が聞こえてきた。男は注意深く耳を澄ませ、その泣き声を恐る恐るたどった。すると沼のほとりに生えた木の下に女が一人泣いているのが見えた。その女は髪の毛を木の枝にぐるぐると巻きつけられてぶら下がるように立っていた。男は一瞬ぎょっとして立ちすくんだが、すぐに駆け寄り枝に巻きついた髪を解きながら女に問いかけた。お嬢さん、こんな山の中に一人、一体どうしたのですか？しかし、女は泣くばかりで何も答えなかった。髪が枝から外れると、女はぐったりとその場に倒れ込んでしまった。そのまま放っておくわけにもゆかず、男は女を背負い家に連れ帰った。女の肌は透き通るように真っ白で、目は水晶のように輝き、美しかった。男は家に着くと、粥を作り、介抱した。そして、また、事の成り行きについて、女に尋ねたが、やはり女は何も答えなかった。男は、人に言えない事情でもあるのだろうと、それ以上は何も聞かなかった。翌朝、男が目覚めると、女は、おはようございます、と心地よい声で挨拶した。そして、男で一つでは作れなかった温かく良い匂いのする朝食が準備されていた。介抱の会もあり、すっかり元気になった様子だったが、女は出て行こうとはしなかった。女は器量もよく働き者だった。二人はいつしか惹かれ合い、夫婦となった。やがて女房の腹には赤ん坊の命が宿り、夫は飛び上がって大喜びし、赤ん坊が生まれるのを指折り数えて待っていた。そしてとうとうその日が訪れた。女房は離れの小屋で赤ん坊を産みますから、木で囲いを作ってください。そして決して中を覗かないでください。と
夫に言った。夫は言われた通りに小屋に囲いを作った。女房は小屋に入り、出産に備えたが、2日経っても3日経っても出てこなかった。夫は心配で心配でたまらなかったが、女房との約束を守り、おろおろしながらもじっと待ち続けた。そして7日目のこと、ついに小屋から、おぎゃー、おぎゃーと元気な産声が上がった。夫はいても立ってもおられず、作った囲いの隙間から小屋の中の様子をそっと覗いてしまった。そこには真っ白な大蛇が愛おしそうに赤ん坊を抱きかかえ、とぐろを巻いているのが見えた。男は驚きのあまり悲鳴を飲み込んだ驚愕の声を漏らしてしまった。しばらくすると大蛇がほろほろと涙を流しながら赤ん坊を抱き、小屋からゆっくりと姿を現した。そして女房の声で話し始めた。あれほど中を覗いてはいけませんとお願いしたではないですか。私はある時山の神の怒りを買って蛇の姿に変えられてしまいました。しかし一度だけ人の姿に戻していただいていたのです。あなたが私の正体を知らなければ、ずっと人の姿でいることができるはずでした。でも、もうそれも叶わなくなってしまいました。山の沼へ帰らなければなりません。大蛇はそう言うと、体をうねらせ、赤ん坊を夫に優しく手渡した。赤ん坊は玉のようにかわいい男の子だった。夫は慌てた様子で答えた。この赤ん坊はどうする？母親がいなければ父もあげられん。大蛇は悲しみのあまりふるふると震え、涙のあふれる自分の目玉を尻尾でぐるりとほじくると、その目玉を赤ん坊に握らせて言った。この子が父を欲しがるときは、この目玉を舐めさせてください。そう言うと大蛇は名残惜しそうに一度振り返ると、ほの暗い山の中へ姿を消した。赤ん坊はその水晶のように輝く母の目玉をしゃぶり、すくすくと育っていった。しかしその目玉も月日が流れるにつれ小さくなり、とうとうしゃぶり尽くしてしまった。
目玉がなくなってしまうと、赤ん坊は何をしても泣き止まなかった。困り果てた夫は赤ん坊を背負い、山の奥へ女房を探しに行った。ほの暗い森の奥へ入り、女房と出会ったあの沼のほとりにたどり着くと、夫は、おーい、おーい、と女房を呼んだ。すると沼の水が渦巻き始め、固めの大蛇が現れた。夫は目玉をしゃぶり尽くし、何をしても泣き止まなくなったこの赤ん坊のことを話した。大蛇はしばらくの間、固めで愛おしそうに赤ん坊を見つめていたが、おもむろに残っている片方の目玉をほじくり、赤ん坊に優しく握らせた。私はもうこれで夜明けも日暮れもわからなくなってしまいました。お願いがあります。毎日夜明け日暮れの時を鐘を鳴らして知らせてください。そうすれば愛するあなたと子供を思い、沼の底で心安らかに過ごすことができます。そう言うと大蛇は沼の中へ沈んで消えた。大蛇は振り返らなかった。夫は女房との約束を守り、鐘を吊るして夜明け日暮れの時を鐘を鳴らし知らせた。その音は、ぼーや、ぼーや、と大蛇が赤ん坊を呼んでいるかのように悲しく鳴り響いた。赤ん坊は母の目玉をしゃぶり、元気に育っていった。そしてその赤ん坊もすっかり大きくなり、母の目玉をしゃぶり尽くしていたが、10の年となった坊は泣くこともなくなり、しっかり育っていた。しかし、やはり甘えたい盛りの子供、母に会いたくてたまらなかった。ある日坊は一人で母を訪ね、ほの暗い山の奥へ入り、あの沼のほとりに訪れた。お母さん、お母さん。坊が沼に向かって呼び続けると、沼の水が渦巻き始め、盲目の大蛇が現れた。大蛇は悲しげにただ坊のそばで佇んでいた。坊は一瞬その大蛇を怖がったが、悲しげな大蛇の顔を見つめるうちに、お母さんと大蛇の首にすがりつき、
頬ずりし、おいおいと泣いた。坊の目からは涙の粒がポロポロと次から次へと流れ、大蛇のぽっかりと開いた目玉の後に流れた。この大蛇は坊の涙で人の姿に戻ったとも、その後再び沼に消えてしまうと二度と姿を現さなかったとも言われ、ただ伝説だけが現在まで語り継がれている。